皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回はですね、将棋王座で指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がね、私の3ゲーム飛車に対して相手の方がご祝儀ということで、アマチュアの方々の中でもね、非常に人気のある、形だったんじゃないでしょうかね。こちらの方、大盤を使ってゆっくり解説していきますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。はい、ではね、対局の方を振り返っていきたいと思います。で、私は7六歩、3四歩、6六歩、6二銀に7八飛車と回ってね、8四歩に7五歩と、相手の方がね6二銀だったので7五歩とねついて一手早くね、石田流の形で組むことができるんですね、この場合ね。はい。で、8四歩6四歩、もちろん形勢的にはねどちらがいいということはありません。で6四歩に対して4八玉、6三銀、3八玉、4二玉と、で5八金左で5四銀とね繰り出してきましたね。で2八玉、私の方もね7六飛車と早く浮いてしまう手もあるんですけれども、ご覧いただいたようにね、相手の方は6三銀と上がってきてるので、この場合特に5四銀まで来てますから、7六飛車と浮くと、6五歩同歩同銀といった手がね、すぐ来るか分かりませんけど飛車取りになるので、むしろね飛車が7八にいた方がいい場合もあるんですね。ですのでそれを保留しまして、5四銀に対しても2八玉と玉の囲いを急ぐということですね。形はもちろん7六飛車なんですよね。で6二飛車と相手の方回ってきました。ここは分岐点で8五歩とついて、これですとね、7六飛車か7七角になるんですけど、7六飛車に、例えば3二玉とかね、飛車をこちらで使う指し方もねあったとは思います。実戦は6二飛車と右四間飛車ですね。で6八銀と上がりました。一つねこれね、変化を言いますと、この6八銀に対してね6五歩と仕掛ける手ももちろんあるところですよね。振り飛車から見ると気になるところなんですけれども、これに対しては同歩とね取って、例えば8八角成同飛車6五銀でねこう攻め込まれてるように見えるんですけれども、この時に7七銀と上がるのが受けの形でしてね、こう上がっておくことで6六銀とぶつけてきてくれれば同銀同飛車に5五角という反撃があります。でこれに対してね6六と打たれて抑え込まれそうなんですけれども、6八歩と受けておいて、この形が辛いようでも次に8六歩から8五歩と反撃する手があるわけですね。ですので振り飛車ね3ゲーム飛車される方でこうね腰掛けに怖いよって方は今の対処法をね、一例として覚えておくと、少しね受けやすくなるのではないかなと思います。もちろん6五歩もね有力です。別に6五歩がねない手ではないんですが、相手の方ここでね7二金と、これは5二に上がってしまうと、上がるとね久保さんも硬いんですけど7四歩とつく手があるので、より硬くねこちらが受けた手でしょうね、バランス重視で。で7二金に対して、私の方は3八銀と美濃囲いを完成させます。3二玉と、これ5六とついたんですけど、6七銀もありましたね。6七銀の方が無難だったでしょうか。次に5六銀と上がれればこの銀とね力関係互角の形を作れますし、もし6五歩と仕掛けてきても、堂々と同歩と取って、この場合はね同銀の時に、交換してから6五銀も同じなんですけれども、6六歩とねこれ角を交換してあるとこういう格好なんですけどね、角を交換してあると角なって出てくると歩を打つ形、この形でも同じなんですね。交換してある形で歩を打って数は足りてないんですが、この6六の地点でね、決戦になってこう飛車がね最後残って、この一見ねこうなってさばかれて大失敗に見えるんですけれども、この時にどちらから打つか難しいところですけどね、7七角交換か、例えば7七から角を打ちまして8九6九飛車に6八飛車と、これ5五から打つ手もあって難しいところです。でこう飛車をぶつけてしまって同竜同金、これはどうですかね。一歩歩はね振り飛車が損してますけど、陣形の差が大きいですよね。相手の方はこの金がちょっと浮いてますし、あと香取りになってますから、一例挙げれば2二銀が6一飛車といった感じでね、これは振り飛車が実戦的にかなりね勝ちやすいんじゃないですかね。駒がさばけて玉が硬いですからね。ですので実際5六歩とねちょっと頑張ったんですけど、この時ですねこの局面で5六とついたんですが、6七銀の方が
まあなんていうんですかね、無難っていうかね、これで悪くなることもなかったので、こちらの方は皆様におすすめですかね。まあ、実際5六歩で次に5七銀と上がると、まあ、6七銀よりいい形で受けれるんですが、このタイミングでね6五歩対の方が攻めてきました。6五歩同歩、同銀と。今度はね7七に銀上がる形で受けるとこう5六に銀がね出られちゃうので5七銀と上がったんですが、6六とね一応抑え込みの体勢になったんですね、後手のね。で6八飛車と。まあ、ただ形勢は難しいです。こう押し込まれたようでも銀がねこう出てくとこの歩がねこう取れますから、後手もね居飛車の方ももう一押しが難しいので、ただまあどうですか、局面的には腰利き銀側も抑え込めたんでね不満はないかなと思います。1四歩1六と、まあここはちょっと小康状態ですね、6筋がね。で、4二銀となって4六歩に3一金と、この2手はなかなかね、今4二銀から3一金というのは現代調のねエルモ囲いの変形なんですけど、非常にねコンパクトで硬い格好ですね。で3一金に対して私の9八香と香車が上がってね8五歩に9六歩と。まあこの9八香と9六歩はねどちらかというと待機に近いですね。後手の方の形が動いた瞬間にカウンターを仕掛けようっていうイメージですね。ここはやっぱ抑え込まれてるというのが一つ大きいところですね。後手の方ここでだから9四歩とついてさらにね様子を見る手もあったと思います。ただ振り飛車側もこれですとね3六か3七桂といった感じで駒組みがね発展するんで難しいところですね。まあ、実際は8三金は強気な手で、次に8四金7五金とねこの歩を取ってしまおうってことですね。こう出てこう取られちゃうともう本当の完封になっちゃうんで、ただこの8三金が私の待っていた手というかね振り飛車側待っていた手で、この瞬間に6七歩と局面を打開しに行きます。この金がねここまでいってればもちろん一人前なんですけど、この時点ではかなり中途半端な駒っていうのが狙い目ですね。6七歩に同歩成2二角成同金に6七金と、まあやや強引ながら決戦に持ち込んでしまって、決戦に持ち込めばこの金軍がね、まあここら辺にいれば、まあ、もちろん居飛車優勢必勝に近いですけどね、かなり優勢なんですけど、ここに金がいますからね、実際は6六歩と振ったんですが同金と応じまして、まあ、実際は同銀だったんですけどね、6九角7九角というのもあると思うんですよね、部分的にはね。まあこれで飛車が縦に逃げれば銀取れますし、横に逃げれば金が取れるんですが、この手には6七金っていうのが受けのテクニックで、6八角成と飛車を取られても同金の形が非常に味がいいですね。でこういった後に次に6三歩というのが狙いの手になります。例えば後手が7九飛車と打つと6三歩と打ってね、同飛車なら7二角とねこの金の裏を突く手で、まあ飛車が逃げれば例えば狙われる桂馬をさばくといった感じ、まあこれは振り飛車が十分戦えますね。玉形が後手の方が薄くて振り飛車がしっかりしてます。なので、まあ、もちろん7九角もあったとは思うんですが、相手の方はここで、7九角とはね打たずに同銀で決戦になりましたね。同銀同飛車同飛車同銀と、まあこれで金銀交換での決戦ですね。で後手の方は手番を握って先に6九飛車と打ったと。まあここでね6一飛車と、まあ打った方が良かったかもしれないですね。難しいところです。6一飛車と打って、4一角を見せてね5一金と受けてくれば、まあ、桂馬を取って銀を取られても金も取れるとね、それもあったと思います。まあ、実戦は5七銀ときました。まあ、ここで居飛車側もね5八金と踏み込む手は有力だったと思います。こう金を打ってね同金と取られるんですけど、3九角と急所に打って1八玉に1六歩と突くと。まあ、ただね駒がゼロなんでね、まあ、これで本当に決まってるかっていうと難しいとこですね。例えば5二金と打つか7一飛車と打つって攻め合いも考えられますよね。例えば7二飛車もありますかね。かなり際どい、勝負になりそうなので、まあこれで必ずしもね居飛車がいいかどうかって難しいですけど、この手もね踏み込んでしまう手もあったとは思います。まあ実際ね4七に行ったんですけど、これはちょっと効果薄かったですね。同銀と取って、まあ、4九飛車で、ね、攻められてそうなんですけど、3八金と打った時にこの時にこの5七銀引いた手がねもうかなり生きてるんですね。これ銀が引いてないと4八金と打たれて
受けがねない格好になるんですけど、5七銀がぴったりの格好で、この2枚銀がねぴったり受けに非常によく効いてるんですよね。で実際8九龍で取ったんですが、6一飛車と打って、ここは振り飛車が良くなりましたね。陣形が安定してます。5一金と打ったんですが、8一飛車成と桂馬を取って、先ほど言ったね金が遊んでる分だけですね、私の方の銀は守備にくっついてますからね。でこの金が助けにくいですよね。まあ9四金で逃げても死んじゃいますしね。なので5四角とね金を捨て身でやったんですけど、8三竜と取りまして、で3五桂と打って、ただ次の手は私あんまり言ってなかったですね。3六と強いですけど、これ3六銀と出てば、これならはっきり振り飛車が、優勢でしたね。まあ次に4五歩とかつけば角がもう動けなくなりますし、同角同歩4七銀っていうのは迫力があるようでも根元の桂馬を取るのがテクニックで、3八銀成同玉と進んでね、王様裸ですけど持ち駒は金しかないんでね、金しかないんで、ここに金を打っても金を打つという感じで、これはね攻めがね、まあ、正しく受けてればね香車を取っても6八とかに受けが激烈だと思います。やはりこれは駒が多いんでね、こうやってれば振り飛車がはっきり優勢だったと思うんですが、実戦はねこの桂打ちに対して3六とついたんでちょっと混戦になりましたね。銀が取れたのでね、同金、まあ、これで王手で9八竜と取ってね、これは結構難しい勝負にまたなっちゃいましたね。で6八歩8九竜に3八金と、どうでしょうかね。これ桂香交換まで駒の損得が縮まってますしね、まあ玉の硬さはさっきの3六銀出るより硬いんですけど、その分後手の方もゆっくり攻める権利が出ちゃったんですね。まあ、実際1五歩同歩1二香打ちと、まあ端を攻めてきたという説2六銀と受けてね、さあこの次の手ですね、この次の手が本局一番の大事なところで、7六角と出てればね、まあ、こうやっていればまあ居飛車もね十分だったと思います。次に4九角でこうなる手がきついんですよね。まあこう角出て仮に金を引くようになってたら、そこで4九銀っていう感じならば3九金には5八銀成って感じで、まあ一気に振り飛車が受けなしになることもないですけど、着実に、攻めが続けることができたと思います。実戦はここで4九銀とね、これも手筋なんですけれども、4八金よりで、まあ、ここもね7六角と出といた方が良かったと思うんですが、5九竜ね、これも部分的には攻めの手筋なんですけど、次の手がねまあ本局の決め手というかね受けの決め手になりましたね。6七角とこの手がぴったりになっちゃったんですね。5八銀成を避けつつ4九金を見せて、この手には持ち駒がないのでね、その手を回避する手がなかったんですね。まあ、実戦は1五香と、まあしょうがないですね、他に駒を取るところがなかったんで、まあ、同香とねいったんですが、4九金とね数手前に打った銀を取られてしまって、まあ、ここで形勢がねまあ一番本局大きくね離れたところですね。まあ6六歩と打ったんですが竜を取って、今ね竜を逃げていてもねもう王様鉄壁で1五銀ぐらいで振り飛車が優勢でした。まあこうね大駒の取り合いなんですが、同歩となってね、これですっきりですよね。飛車銀を取って相手が角を取られても飛車銀を取りましたからね。実戦は1九角と打ったんですが3八玉1八香成にね、まあこれで受け切ることは難しいんですが、4八玉5八玉で、先手の王様は安全です。ですので1四桂と打ちまして、持ち駒が豊富ですからね、1二金になると逃げても、まあ、2二香とか1三歩とかね攻めは続く格好です。ですのでまあ2八角成4八玉2七馬ときたんですけどね、まあ、この時に金を取って1四桂ですぐ攻めていってもね良かったと思うんですが、3七金と寄りました。そして3六角、まあこの辺りはね形勢に差がついてますから、後手の方としてもしょうがないですね。2二桂成と剥がしまして同玉と、まあただここでね次の手はちょっと問題でしたね。まあ問題というか、まあ2七金と取ってねこちらの馬を取って、まあ同角成と取るしかないんですが、これで持ち駒ね四角金に景気あるんで、これで1四桂と打てばね、これなら早い勝ちでしたね。私の方は次に詰むこともないですし、もっと言うと1四桂でねこれだけ駒を持ってますから追っていけばね、まあ、詰みか必至かをかかるような形でした。実戦はちょっとね対局中喋りながらねこう詰みが詰まないかなって話をして、こっちの馬を角を取っちゃったんでね、こっちを取ったことで同馬で
1四桂がね打てなくなったんでちょっとねこの後長引きましたね。ただまあ形勢に、大きな問題はないですね。2三7金と打って依然としてまあ初勢ですね。まあただ今のは馬を取った方が良かったよというところです。まあ、実戦4七金同金3六2六馬とねやったんですが3七金と受けまして駒が足らないですね。3六桂と打ったんですが5八玉と逃げて、まあ、これ以上攻めがないので1五馬と引いたんですが2六銀と手厚く打って、まあこの辺りいろんな指し手があるというところですけどね、とにかく何かをタダで取られるようなことがなければまあ先手の勝ちですね。3三馬と引いたんですが1四桂と打ちまして、まあ、3一玉にねまあ馬が手厚いんで一気に詰みは難しいですけれども3六金と桂馬を外して、まあこれはね局面見ていただければ分かるようにはっきりこの大きな駒得で先手勝勢ですね。まあ1三銀、まあここはもう指す手が難しかったと思います。1三銀と受けたんですが、まあ、手順にね自然に2五桂と打ちまして、7七馬に1三桂成、難しい手はいらないですね。駒を剥がしていけばいいと。今日も飛車しかないですからね。私の王様も安全。同桂にまあ万全のね6八金と万全の一手を指して、まあ、3三馬と引いたんですが1一飛車と打ったところで、まあ、相手の方の投了となりました。まあ、これはねもう投了図はまあ解説の必要がないですかね。まあ駒がないので、まあ、何かをこう受けてもね自品ですね。2二歩と打つ手ある1三飛車と取る、まあ、先手玉が安全なので投了もやむを得ません。いかがだったでしょうか。今回はですね将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。戦型がね相手の方のね腰掛け銀に対して私が三間飛車でねどう対応するかということだったんですけれども、まあ、ご覧いただいた通りね非常にね腰掛け有力な戦法なんですよね。まあなかなかこうやればねもう振り飛車さばけますよっていう特効薬はね難しいんですが、まあ、7七銀の形であったり、まあ、6七銀の形であったり、まあ、左銀ですね振り飛車側の攻めの左の銀を、まあ、どうやってね使うかによって対応を変えていくことによってねうまく対応していただければね、皆様のね実装の参考になるんではないかなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。